こんにちは、みなせです。皆さん、北浜って行ったことありますか？大阪って梅田や心斎橋ばかりに行ってしまうのですが、実は北浜のあたりは川が見えておしゃれなカフェがたくさんあります。今回は絶対に行きたくなるような北浜にあるタイプの違うカフェを5つ紹介したいと思います。概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは北浜駅から徒歩5分のところにあるスペクタークル北浜さんです。メインの通りから一本奥に入った隠れた場所にあるんですが、青の外観で可愛いですよね。個人的には隣の建物に押しつぶされそうなところも好きなところです。このカフェの面白いところがビル一棟丸ごとカフェになっているところで、家賃とか大丈夫なのかなとも思ったんですけど、土曜日曜には行列もできているので余計なお世話みたいでした。行列を避けたい人や確実に席を取りたい人は予約もできるみたいなので、概要欄の URL をチェックして予約してみてください。店内はコンクリートの無機質な感じとこだわりのインテリアがおしゃれな空間を作っていました。一番おすすめの席が2階の窓際の席なんですけど、床がここだけタイルになってるんですよね。インスタでよく見る席が実はこの席です。また見た目がいいだけでなく、窓際で見晴らしもいいのでぜひ座ってみてください。他の席でも3階にはソファー席もあるので、ゆっくり話をしたい方は3階に行ってみてください。はい、メニューに関してなんですが、定番のドリンクはもちろんのこと、アルコールもあるみたいです。今の状況で変わってるかもしれないんですけど、以前は24時までお店が開いていたので、夜に軽く飲みに行くのもいいかもしれません。今回僕はニューヨークチーズケーキとコーヒーを頼みました。チーズケーキの食感はしっとりとして柔らかくて、クリームチーズの味もしっかりとして美味しかったです。苦味の少ない浅入りのコーヒーとの相性も良かったと思います。お客さんに関しては女性のお客さんがほとんどで、お友達と来られている方が多かったです。ですが男性でも窓際の席や一人で座れる席もあったので、ぜひ行ってみてください。皆さんもスペクタークル北浜で素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、続いて紹介するお店は北浜駅から徒歩2分のところにある元コーヒーさんです。北浜のカフェといえばこのカフェを想像する方も多いのではないでしょうか。いつも行列ができている人気店です。入り口にメニューが置いてあるので、お店に入る前に決めておくといいと思います。ただ入り口のメニューにはフードのメニューはなく、お店に入ってからフードは決めるみたいですね。元コーヒーさんのいいところがメールで自分の順番を呼び出してもらえるところなんですけど、これ便利なので他のお店でも取り入れてほしいなと個人的に思いました。ただ呼び出し後10分で戻らないといけないみたいなので、中之島公園のベンチとかで待つのがおすすめです。座席は空いていれば2階席、3階席、テラス席から選ぶことができて、ゆっくり話をしたいときは2階席や3階席、外で開放感を味わいたいならテラス席がおすすめです。ちなみにインスタグラムでよく見る席は2階席で、今回僕は2階席を選びました。店内は白を基調とした空間と木のインテリアが調和した落ち着いた雰囲気になっていました。あと他のカフェよりも窓がひときわ大きいので、部屋の中にいるのに開放感があるようにも感じました。ただ席に座っていると角度的に公会堂を見ることができないのは少し残念なポイントでした。公会堂を見たい人はテラス席にするのがおすすめです。今回注文したのがプリンとガトーショコラ、それとカフェラテ2つになります。プリンは思っていたよりも甘くなくて、苦いカラメルと程よい甘さの大人のプリンでした。ガトーショコラの方はしっとりとしていながらカカオの味がする程よい甘さの美味しいガトーショコラでした。皆さんもぜひ元コーヒーさんで素敵な休日を過ごしてみてください。続いて紹介するのは北浜駅から徒歩7分のところにあるスモーブローキッチンさんです。国の重要文化財でもある中之島図書館の中にあるカフェなんですが、図書館の中にあるので意外と知らない方も多いのではないでしょうか。カフェに入るまでに図書館の中を通っていく必要があるんですけど、この図書館がすごくおしゃれで、吹き抜けのドームがあったり大階段があったりするので、いつもと違った雰囲気を味わいたい方に特におすすめです。
店内は北欧を意識したインテリアがレイアウトされているおしゃれで落ち着いた空間になっていました。というのもカフェの名前にあるスモーブローが北欧の郷土料理のことを指しているみたいです。席数も40席ぐらいあって思っていたよりも広く Wi-Fi も使えるので混んでいない時は作業する際のカフェとしてもおすすめです。個人的にこのお店で好きなところがこのデトックスウォーターなんですけど、フルーツのデトックスウォーターか野菜のデトックスウォーター、好きなものをセルフで飲むことができます。普段は全然デトックスウォーターとか飲まないんですけど、このお店に来るとフルーツのデトックスウォーターが美味しいのでいつもよく飲んでます。メニューに関しては定番のコーヒーに始まり、自家製ドリンクであったりアルコールなんかも置いてます。やはり一番食べてほしいのがこのスモーブローと呼ばれる北欧のオープンサンドなんですけど、デザート系から食事系までいろんな種類があるので、ぜひ自分の好きなものを探してみてください。またモーニングでお得なメニューもあったりするので、朝から活動したい時なんかにもこのカフェはおすすめです。今回私は自家製コーラを頼んだんですが、コカ・コーラとはまた違った爽やかな味で美味しかったです。ただ値段が700円ぐらいするので少し高いかなとも思いました。このカフェは個人的に北浜のカフェの中でも特にお気に入りで、他にないおしゃれな雰囲気を持っているので皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは北浜駅から徒歩3分のところにあるエンバンクメントコーヒーさんです。このカフェは古民家を改装したカフェで入り口が2つあるんですが、左の入り口がエンバンクメントコーヒーさんで、右の入り口がカレーで有名なオクシモロンさんになっています。店内は白と黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな空間になっていました。窓際の席からは中之島公園が見えて、晴れた日なんかには気持ちがいいのかなと思います。お客さんの層に関してなんですが、私が行った時は女性と男性のお客さん半分半分ぐらいでした。意外とサラリーマンの方とかもいて、男性でも入りやすいのかなと思います。また時間帯によっては2階も席が空いていて、思っていたよりも結構広かったです。天井なんかも味わいがあって見ていて面白いなと思いました。ただこのカフェはテラス席がないので、テラス席で開放感を味わいたい方は他のカフェがおすすめです。メニューに関してなんですけど、このお店はシングルオリジンの浅入り専門のコーヒーを提供しているお店です。シングルオリジンであったり浅入りって知らない方もいらっしゃると思うんですけど、実際僕もカフェ巡りをするまでは知らない言葉でした。シングルオリジンっていうのが国っていう大きなカテゴリーではなく、農場や生産者などで統一した銘柄のことを言います。ワインとかに例えるとフランス産のワインではなく、フランスのブルゴーニュ地方のワインみたいな感じです。次に浅入りっていうのが豆のロースト加減なんですけど、軽くローストした豆で苦味が少なく酸味が多い焙煎の方法のことです。このカフェのコーヒーなんですけど、苦味が少なくさっぱりとしたフルーティーな酸味を感じるようなコーヒーでした。ケーキとの相性もいいと思います。皆さんもぜひ本格的なコーヒーを味わいにエンバンクメントコーヒーさんに行ってみてください。最後に紹介するのは北浜駅から徒歩3分のところにあるブルックリンロースティングカンパニーさんです。今回紹介するカフェの中で一番コストパフォーマンスが良くて、個人的によく行くカフェでもあります。お店の名前の通りブルックリン発祥のお店で、店内はどこかニューヨークを思わせるようなスタイリッシュな空間になっていました。実際今回紹介したカフェの中でも一番外国人のお客さんが多かったと思います。このカフェのいいところが Wi-Fi が使えるところなんですけど、作業する際のカフェとして使っている方も多いみたいです。メニューはコーヒーの M サイズが350円からと、他の紹介したカフェよりも200円ぐらい安いんですよね。あと深入りと中入りのものからコーヒーを選ぶことができるので、苦いコーヒーを飲みたい方や酸味があるコーヒーを飲みたい方、どちらにもおすすめできるかなと思います。またコーヒーを飲めない方でもオレンジジュースやスイーツ、サンドイッチなどもあるので安心してください。僕はよくドリップコーヒーとクッキーのセットで注文しています。苦味のあるコーヒーとかなり甘いクッキーとの相性が良くておすすめです。このカフェのいいところがまだ一つあるんですけど、テラス席が広くて見晴らしがかなりいいんですよね。目の前すぐに公会堂が見えて、他
他にも川一帯が見渡せるので、今回紹介したカフェの中でも一番開放感のあるカフェかなと思います。スーツケースを持ったお客さんがよくいて、北浜でホテルを取ってモーニングでこのカフェを利用しているみたいです。皆さんも大阪に行く機会があったら、ぜひ北浜でホテルを取ってその周辺のカフェにも行ってみてください。おしゃれな大阪の一面を見ることができると思います。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん、今回の動画はいかがでしたか？気に入ったカフェが見つかればいいなと思います。これからもどんどんとカフェを紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいです。それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。